さて、錬金術師版ファクトリオが早期アクセス開始とのことで、このゲームは買いなのか、今回はモートマンサーの紹介を行います。現在、Steam 自動化フェスでそれにちなんだ作品のセールやら新作が登場しており、中でも話題を呼んでる一作品がモートマンサーです。自動化ゲームの中では初めに大ヒットしたと言われるファクトリオの影響を色濃く受けており、流れはまんまです。違いはまず世界観にあります。よくある自動化ゲームは近代工場系が多く、銅や鉄を掘って加工しての工業製品を作ります。対してモートマンサーは錬金術師ものということで、作るものや用語、あるいは景観など中世ファンタジー系です。エレメンタルを掘り当てエーテルや塩を作り、魔法のエンチャントのように合成したり、物を運ぶキャッチャーは掌握とか難しい漢字も多めに用いられています。また電力は魔法で配置し、少なくとも序盤は自らの足で電気を供給する必要があります。研究ツリーが進めば電力自動化が行えるというのも定番です。よってあまり初めから工場を広めに拡大するのは握手です。移動に時間を取られてしまいます。それとファンタジーの世界だが定番のベルトコンベヤはやっぱりあります。名前は日本語では移動版となっており、やはり自動化といったらベルトの存在は必須なのでしょう。個性と特徴と象徴でもあり、ベルトでの物資の運搬の見た目こそが自動化の面白さを作り上げます。次の違いは六角形ブロック式を採用しているという点です。人気の自動化系の多くは四角形を基本として作られているため、既存の作品に慣れてる人でも新しい配置パターンを考える楽しみが生まれます。今までの常識を取っ払った新たな工場製作が可能です。その他掘れる資源は有限ですが、世界はものすごく広いため、枯渇したら次にどううまく切り替えるかが肝となるゲーム性でもあります。あるいはもしかしたら研究ツリーが進めば枯渇しにくくなるなんてことになるかもしれません。空きスペースはたくさんあるため、何度も作り解体を繰り返すことで学習し、基本的な工場作りも難しく考えずに作れるようになってくるかとは思います。これも工場化ゲームの面白い部分です。大抵は全ての部品一つ一つを作って貯める工場を広い世界を利用し、軒並み制作することからです。ただ先ほどの通りこのゲームは序盤は電力供給が自分の足で行う必要があり、進め方に多少の違いはありそうです。自動化は必要最小限のみで、まずは研究ツリーを進めることを優先するとかです。その他敵がいるかどうかはわかりません。プロモーションムービーやストアページを見ても確認できず、ないのかもしれません。ある場合はそれを前提に防衛基地をいかに作るかが楽しみの一つになり、ない場合はゆったりとマイペースで作れるということにもなります。敵の有無はどちらでも楽しめます。大きな違いは大体以上です。自動化ゲームは現代の無限に遊べる系の一ジャンルでもあり、有名作をどれか一つでも持っていたら、それだけで人生は勝ちみたいなものです。空き時間が楽しみにしかなりません。自動化というのは面白さの根本を形作るものでもあり、人は繰り返し作業を一つのボタンでできるように作り上げ進化してきました。作業効率が増すほど時間にゆとりが生まれ、人はそこに幸福を感じられます。その上恐ろしいのが、空いた時間でより良い効率さをさらに求め、また自動化を考えてしまうという点です。自動化ゲームはその受け皿となっているため、これこそが何千時間も遊んでしまう人が出るくらいの中毒性の正体そのものです。Steam ではファクトリオとサティスファクトリーの2作品が神ゲー的評判ともなっており、そんなファクトリオを参考に作られたモートマンサーも今後のアップデートで神ゲーになり得る可能性があります。現状は早期アクセス版なので、これから要素がどんどん増えていき、評判に合わせ実装内容量も追加されていくことでしょう。価格設定がやや高めで、現在 10% 割引の3060円ということから、更新は長く行うことを前提にしていそうです。デモ版もあるため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。モートマンサー。まずはチュートリアルですかね。これが主人公っぽいけど、形状いいですね。まずはこれかな？モート。囁きである。錬金術でエッセンスを生成して融合し、有益な物質へ生まれ変わらせる。なんか作るんだね。ソルト、塩。この3つでソルトが作れる？対してエーテル。この3つ、生命非大気。そこに錬金術で手を加えると、モートは結合して形を作り、ちょっといろいろ難しいな、なんか。
そこから動かせるようだね。WSD。主人公女かな、体型的に。ズーム。ズームアウトもできる。ああ、かなり小さくできますね。保管庫から素材を取り出す？どれだ、保管庫。これ？持ち物。なんか違うね、これはね。いろいろあるけど。マナの塩化。これをストラクチャーの隣で詠唱する。ストラクチャーの隣で詠唱？スペース？これをここの隣で詠唱するの？スペースをした後に、呪文詠唱長押し。お、うわー。できた。で、呪文を外す。今何やってるんだ？言われるがままやってますけれど。処方の保管庫。これでいいのかな？移す。この二つは今生成されたのか。シフトクリックでさっと移動だね。さあ、ここに入って。生命の次元。採取。ライトクリック長押し。おう。物資が取れますね。サバイバル系ゲームみたいだ。まあ、これは自動化ゲームでもよくあるか。周囲からモートを集める。この物資を集めると、モートになるのかな？もしくは物資の名前をモートと呼ぶのか。で、取得。なんか取得したよ。左上がチップスのようだね。E で持ち物を確認。エーテルを連成せよ。どのようにして。クリックするごとに。これクラフトメニューかな？どんどん連成してる扱いになってるね。さあ、エーテル完了して、次ソルト。ライトクリックで一気に5個。さあ、完了した。完了して次は、これ移動できないようだね。ウィンドウは。次は処方の収集機。それを連成せよ。処方の収集機の隣でこれを唱える。生成物。あ、なんか作っちゃったよ。これ何これ？あ、これが処方の収集機だった。これを配置すりゃいいのか？どこでもいいから。モート脈の上に設置する。モート脈とは？モート脈っていうのは、あ、なんかこれっぽくない？これ。こっからなんかね、エネルギーが発せられてる感じがする。これをここに配置する。あ、合ってた。さあ置いてみた。この黄色い部分何これ？なんか干渉してるとかそういうわけじゃない。水のモートを集めてくれる？これ採掘機かなこれ。察するに。パワー不足である。収集機にパワーを与える。ライトクリック長押し。ここに、これか？ここにカーソル合わせて。できた。さあ、エネルギーは通って掘られてますね。このゲームは上限がありのようですね。ファクトリオタイプ。で、これにより、切迫を連成できる。生成物。これだ。これを作るには、ソルトの法なんとかとエーテルが必要である。まずはエーテルを作る。それとこれか、ソルトのなんとか。エーテル作りたいけど、どうやって作るんでしたっけ？素材集めりゃいいの？これ作れますね、エーテル。切迫。作った。目標達成。次は、素材を融合。祭壇の近くに台座を置く。融合の祭壇を作る。台座が3つ必要だな。3つ。こんな感じ？トライアングル形状。いや、置いちゃいけないのかこれもしかして。手に持ってる必要がある？とかで回収しよう。そのようだね。これで作って、どこに置きゃいいんだ？六角形型だね。配置が。真四角ではなくてね。これがこのゲームの特徴なんだね。青く光るマスに台座を2機以上設置する。再び台座が必要だ。さあ、横に2つ置いてみましたが、こんな感じになりましたね。見た目通り。電力を注ぐ。ここで魔法を使ったら電力になりましたね。隣接してればいいのかな？このマナの塩化。そして、融合するエーテルとソルト。ソルトにエーテル。できた。進行しましたね。ゲージがマックスになると、融合の術。今何ができるようになったの？右下になんか溜まってるな。次は定番の研究ツリー。処方の運搬術を研究する。左上、これか。もう少し融合を行う？ここにとりあえずもうちょい物を入れまくってね。これを繰り返せって話か。一個ずつしか入れられませんね。もしなんか一括入れらんないの？とりあえず一つ目、達成か？これはチャレンジ的でもあるんだね。こなせば、より研究が進みますと。ここの目標。次に、処方の小座。台座にソルトのなんとか置け。これ漢字がちょっとね、難しいから。これが難しいとちょっと上げちゃってるよね。ゲーム難易度。運搬かな？これだ。流れるアイテムを隣り合う対角線上のマスへ転送する。青いマス、投入。オレンジが生成マス？
回転するには、R で回転だ。とりあえず斜めに行ってみようか。これで、まずは電力が必要なのかな、これも。電力を隣に配置する。今んところ電力無限なんですかね。なんか条件あんのかな。あ、時間がなくなると電力なくなっちゃいますね。保管庫、ここに配置してみる。ここにそして塩を入れる。まず作る必要がある。5個ぐらい作ろうか。なんか向き的に間違ってる感じすんな、これ。大丈夫かな。塩入れてみた。これでどうだ。塩が自動的に運ばれるとかね。そんなことないっぽいな。これ回転。ああ、ここから回転できる。ああ、できたできた。運ばれた。収集機。青いマスが投入。おー、なんだ次の説明かな、これ。こっから送り出せって話か。ちょっと切迫を配置。電力は真ん中に置くか、じゃあ。回収。電力を通して、切迫にこの水を入れるのかな。まずは保管庫にどんどん溜め込みますと。最大どれくらい溜まるんでしょうね。一つのこのマスに。さあ、できた。これ何ができるんだ。ああ、水のモートからソルトが自動生成されてますね。あ、しかし、目標達成になってないな。途中保管庫挟んじゃダメだと言われてる。なんと、応用を効かすなと言われてるよ。あ、これもしかして、処方の商材いらないのかな、これ。直接置きゃいいのか。そういう話？こっから直接いけるんだ。どうだ？あ、投入され始めた。なんとオレンジのとこに置くことで動くんだ。次は、なんとかタグで移送版を連成？なんとかタグ？あ、これっぽいな。これに行くためにはまずこれかな？今必要なのはこの2つだね。エーテルにソルトのなんとか。エーテルを作りたいんだ、今は。エーテルを作るためには、生命のモートがね、今、自動で作れないのかな。生命のモートが作れる場所があるんじゃないの？ということはね、じゃあ探してみよう。もう自動化始まってるんだ。生命のモートが作れそうな場所。これじゃないか、色的に。これだな。よし。分かってきた。処方の収集機を設置する。あ、端っこの方はあんま取れないんだね。真ん中ほど取れるんだ。たっぷりと。じゃあ切迫だね。こういう切迫とかも自動で作らしたいよね。そのうち。これでエーテルが超作られまくる。で、これを、まず保管庫に貯めましょう。あ、できた。移動は右下。研究していたんだね。今この融合版みたいなところで。これで運搬ができる。エーテルが運べるようになるぞ、まずは。そう、出来上がってますが、フリーにロック。R で回転。まずは斜め行ってみようか。ああ、やっぱり結構必要だね、数が。で、設置してみたけど動きませんね。あ、これで運べる。ようやく。あ、切迫でいけるか。あ、そうか。これでいけるんだ、ようやく。切迫でまずはこれを作る。ソルトのピラミッドね。この2つを合体させよう、とりあえず。さあ、2つを投入してこれが作られる。で、これを取り出したい。これでソルトピラミッドが自動生成できましたね。切迫自体で切迫も作れますね。研究完了。地下輸送版が作れるようになった。まあ、地下が作れることでベルトコンベヤーの交差が可能になったんでしょうね。さあ、ダブル掘りを行ってみました。掘る速度上がりますね、これで。これを活用すりゃいいんだ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。